おはようございます。弓矢です。今日は JR お茶の水駅から弓矢さんの店舗までの道のりをですね、朝散歩で歩いてみたいと思います。はい、皆さんちょっと10分15分ぐらいですかね、なんですがお付き合いいただければ嬉しいです。はい、今日はですね、実は1月3日の今朝の6時ぐらいになります。ちょうど朝日がですね上がる時間帯に来ました。見てください。朝日が昇ってきています。非常に綺麗です。この今渡っている橋ですね、ここちょうど朝日が見えるいいスポットになってます。ちょうど電車が今ホームに入ってきました。ここ電車が非常にね見えるので写真スポットとしてもおすすめです。はい、じゃあそのまま橋をどんどん渡っていきます。下に見える、川っていうんですかね、これは皇居の外堀になります。はい、外堀ですね。はい、なのでおそらく4、500年前からね作ったんですかね、皇居の外堀。はい、で今映っているのは東京医科歯科大学になります。国立大学ですね。医療系総合大学になります。はい、手前に見える建物は新しく建ったものですね。はい、こちらの交差点を渡っていきます。まっすぐ渡ります。 JR お茶の水駅を出てですね、こう右側の方向橋を渡ってから、はい、まっすぐと進んでいきます。はい、この橋ですね、補強工事と道路拡張のためにですね、非常に広くなりましたね。はい、以前まではですねちょっと狭くてはい、ここ人通りが非常に多いんですが、歩道の幅も広くなりました。はい、ではそのまま進んでいきます。はい、左手に見えるのが先ほど申しました外堀になります。はい、進んでいきます。これ今見てる景色、朝焼けなんですよ。朝焼け非常に綺麗ですね。私実はですね、実家がですね埼玉にありまして、埼玉もこういった朝焼けになりますね。東京でもこんなピンク色になるんですね。はい、でちなみにですね、今見えているのがお手洗いになります。はい、公共のお手洗いですね。ここはですね千代田区になるんですが、千代田区のですね公衆のお手洗いは非常に綺麗になってます。はい、で隣にはタバコが吸えるエリアになってますね。はい、この喫煙スペースですね、今は人いらっしゃらないんですが、朝なので昼間はですね非常にたくさんの人がここでタバコを吸っておりますね。今路上喫煙とかね、特に千代田区は厳しいですので、ああいったね喫煙スペースでは非常に人が行列になってますね。はい、じゃあそのまままっすぐ進んでいきます。はい、でそうなんですよ。私ですね実家が埼玉の方にありまして、実はですね大晦日と1月1日元旦はちょっと実家の方に帰らせていただきました。はい、皆さんは帰省しましたか？はいね、今年から新幹線ですよね。新幹線がすべて指定席になったみたいで、多少混雑はね緩和されたんですかね。どうなんでしょう。結構新幹線の自由席とかパンパンですもんね。はい、ちなみにここ順天堂大学ですね。はい、順天堂大学、はい、こちらも医療系の総合大学となります。はい、そのまま進みます。はい、ちょっと話が行ったり来たりなんですが、ここお茶の水はですね総合大学ですとかそういう医療の大学が非常に多くあります。先ほど申しました、東京医科歯科大学や順天堂
ですね、順天堂大学。あとは近くで言うと明治大学もありますし、あとちょっと行くと法政大学などもありますね。はい、そのまま順天堂大学前の交差点までやってきました。はい、ここの交差点を渡ります。はい、はい、で先ほど帰省の話にちょっとなったんですが、そうですね、私なので埼玉まで帰るには在来線を使えてもですね、1時間半ぐらいで帰れるので、非常に実家が近くていいなと思うんですが、都内に住んでると結構実家が遠方の方多いですよね。そういった新幹線で帰られたり飛行機を使って帰られる方結構多いので、大変だなと思うんですが、もう実家に帰るだけで一つの旅行みたいな感じになるので、それはそれでいいんかなとも思うんですけど、結構こういうね、元旦ですとかお盆の時とかやっぱ混み合うのでね、大変ですよね。もしですね帰省された方とかね、ちょっと実家が遠方なんですっていう方いたらね、いろいろ教えていただければと思います。実家が近くていいっていう方もいますし、ね、遠い方が逆にいいよっていう方もいろいろ様々だと思うんですが、はい、私は比較的近いので良かったなとも思うんですけど、結局1年に1回か2回ぐらい帰れるぐらいなので、やっぱ距離ってあんま関係ないですかね。はい、できるだけ実家には帰りたいなとは思っているんですが、というのも2つ理由がありまして、やっぱり私弓矢さんの子供店長、今小学生なんですがいるので、結構田舎っていうかね、実家が田舎なので、やっぱね、田舎で遊びたいみたいな、大自然で遊びたいというので、それを理由にね、子供のために帰ってるのが一つ。あとですね、私の祖父母まだ元気なんですが、もう祖父母がもうおじいちゃんは94歳、おばあちゃんは91歳かなになるんですが、はいね、あと何回会えるかわからないねというとまたちょっとね、あれですけど、はい、あと何回かなっていうのもね、毎回会うたんびに元気だなっていうのをちゃんと確認しに行きたいなっていうので帰ってます。はい、皆さんね帰省する理由様々だと思いますが、私はね、子供のためとちょっと祖父母にね会いたいなというので帰っております。はい、今回帰った時も元気で畑仕事をしてたんですが、本当に良かったです。子供も畑をですね収穫したりとかいろいろさせてもらったので良かったです。楽しかったのは、子ども店長が楽しかったと言ってたのは、ほうれん草と小松菜を収穫するのと、あとは里芋を掘り起こすっていうのをやったみたいで、なんかすごい楽しそうにしてましたね。はい、皆さん畑とかってねありますかありますか？私はもう生まれてからずっとね、家の前に大きな畑があって、季節いろいろな野菜をね、おばあちゃんおじいちゃんとかと育てていたんですが、結構都内に住んでていろいろ話を聞くと、千葉の方までちょっと畑を借りてたまにね畑を子供に触らせるために千葉の方行くよっていう方もいらっしゃったり、稲っていうんですかね、田植えを経験させるためにちょっと遠方に行ったりという話を聞くんですが、私はじゃあ実家でできるから本当にラッキーだなと思いながら帰ってます。はい、ということでいろいろ話をしていると、この交差点ですね、はい、広い交差点に着きます。もうここはですね、文京区の本郷になりますかね。はい、こちらの広い交差点を渡ります。はい、ちなみに向かいに見えるのがターリー屋はい、私ここ好きでたまに行くんですが、美味しいですよね。結構いろんなところに店舗ありますよね。はい、ターリー屋が見えます。はい、そのまま進んでいきます。はい、ターリー屋のところをですね左に曲がりますね。はい、
ここ左に曲がるとターリー屋の隣に麺屋鈴春というラーメン屋があるんですね。鶏ラーメンって書いてあるんですが、鶏ラーメンの他にもですね、結構二郎系のラーメンなんかもね週1回やってたりして美味しいんですよ。ここ結構いつもですね人が並んでいるんですが、男性だけでなく女性のお客様も多いみたいで、私もですね1回食べ行った時に鶏ラーメン食べたんですが、さっぱりしてて女性でも1杯ペロリと食べられます。はい、ということでね、ぜひね弓矢さん来た時、そうですねこの麺屋鈴春おすすめです。美味しいですよ。はい、で麺屋鈴春を横目にまっすぐ行くと、ここをですね右に曲がります。左折します。はい、ちょっと細い道ですので、はい、こちらを左折しまして、はい、もうすぐですよ弓矢さん。はい、その後ですね、こちら左手に細い路地があるんですが、ここを左に曲がります。はい、ちょっと分かりづらいですねここ。はい、どんどん見えてきました。はい、今日はですね、私の元旦の実家に帰省した話ですとかをしていたんですが、はい、ぜひですね、コメントとかね、私も実家帰ったよとかね、実家はこんなに遠い近いっていうのありましたらコメントいただければ嬉しいです。はい、オレンジ色の建物見えてきましたね。右に見えるのが弓矢さんになります。はい、ということでこちらが弓矢さんです。到着です。はい、ということで JR お茶の水駅から弓矢山までの道のりをご紹介しました。はい、ぜひですね弓矢山に来るまでの道のりとして参考にしてみてください。はい、もしですねこの動画がいいねと思ったらグッドボタン、高評価、あとですねチャンネル登録をしていただけると励みになります。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。